それでは半導体プロセス材料開発への機械学習適用の題目にて東京エレクトロンの吉井が発表させていただきます。私はもともとプロセスエンジニアであり、現在はマーケティング業務に従事しております。業務効率化を目的として Python に関してはここ 1,2 年ぐらい利用している状況です。本日は Python を利用した機械学習を我々がどのような考え方で利用しているのかをご紹介させていただきます。まず背景をご説明します。半導体は微細化によって性能向上を果たしてきました。しかしながら近年では微細化の限界が近づき、3D 構造および新材料が性能向上への重要な要素となっております。こちらに示しておりますのは半導体へ適用されている材料の変遷です。左図ではオレンジ色で示されている2000年代になってから材料候補が増えていることがわかります。また右図では2011年ではスケーリングよりも材料と構造によるイノベーションがほとんどを占めていることがわかります。すなわち材料開発とそのプロセス開発の負荷が非常に大きくなっていることを意味しております。これらの効率的な最適化は今後ますます重要な課題となってきています。こちらの絵は半導体の製造プロセスフローの簡易図です。精膜、露光、エッチング、洗浄などの複雑な工程が何度も繰り返されてデバイスが製造されます。我々は半導体メーカーではなく製造装置メーカーなので半導体デバイスを作ることはありませんが、各セグメントにおいてお客様の要求する仕様に合ったプロセスおよび装置を提供いたします。今回はこのデポジション、精膜のセグメントにおいて Python を利用した機械学習によるプロセスとマテリアルの最適化をご紹介いたします。次に我々の目的についてご説明いたします。左の絵は横軸に初期調査・研究などのフィースタビリティ段階、開発段階、量産段階の時間軸、縦軸には効率全般をイメージしたものとなります。今回我々がフォーカスしているのは一番左のフィースタビリティ段階の部分となります。初期調査及び研究開発段階での業務効率向上をすることを目的としております。一つの分かりやすいイメージとしては、右図に示すように Python による機械学習を用いた解析及びデータベースのこの青い部分の蓄積によって開発スピード向上により競争力の向上を目指しております。こちらは研究開発から量産までの流れを示した一例となります。最初に学会や論文の調査段階、適用材料の探索、材料スクリーニングテストを何度も繰り返して所望の特性を得られるプロセスと材料を見出します。今回はこちらのこの青い枠部分を Python による機械学習で効率的に実施することを試みました。具体的なアウトプットとしましては、重要なプロセスパラメータの把握、そして有望な候補材料の優先順位付け、これらを理解することによって初期段階における最初の装置コンセプトの確立やより良いプロセスおよび材料の発見につなげていくことを想定しております。こちらは我々のプロセス材料の最適化のコンセプトです。マテリアル系ですとプロセスが含まれない解析も多くありますが、我々の業界の開発ではマテリアルとプロセス、この両方のパラメータの最適化が非常に重要となってきております。次に解析のケースについてご説明させていただきます。解析のケースに関して言えば、左側に示しているようにいくつかのケースがございます。例えば科学論文と材料データベースを用いてモデリングをするもの、それにある程度の実験データを加えてからモデリングをする、もしくはコンビナトリー実験のように大量の実験データとシミュレーションデータを組み合わせてのモデリング、
または少ない実験データから最初からベース最適化でモデリングをしていくもの。今回は一番上の科学論文とマテリアルデータベースによってモデリングを作成したものの結果のご報告となります。で、次の段階として、プロセスエンジニアによってそのモデルを検証。そこで納得感が得られるモデルであれば、その情報をもとに実験をし、その実験データをさらにモデルに追加して、リモデルを繰り返して、自分たちの望む結果を導き出すという流れになっております。こちらは今回のターゲットプロセスと材料のご説明となります。プラズマ基礎成長法という手法を利用してアモルファスライクカーボン膜という機能膜を製膜いたします。この際にプロセス装置関連からはスループット、製膜レートが目的変数、材料という観点からはアモルファスライクカーボン膜のハードネス、硬さが目的変数となります。手法としましては各種ガス及びプリカーサー原料ガスを導入して基礎中でプラズマによって分解させて基板上へ所網の特性を有するアモルファスライクカーボン膜を製膜いたします。ここでプラズマパワーや圧力、ガス流量などがプロセスパラメーター、そしてこの膜を製膜するためのプリカーサー、原料ガスが今回のマテリアルパラメーターとなります。こちらは今回の解析フローの全体図となります。論文収集後に効率的なデータ収集を目的としまして、自然言語処理を利用してデータ整形、データ収集を行っております。その後にデータの質ごとの分類を行うためにクラスタリング PCA を実施し、その後数値解析を実施して最適化及びフィーチャーインポータンスの抽出を実施しております。今回はおおよそ200の論文を収集し、その後人の手によって60項まで絞りました。その後補助機能として自然言語処理を使い、この60の論文を分類及びそこからデータの抽出を行いました。得られた60項の論文の確認の優先度付け及び分類については、補助機能として自然言語処理を利用し、最初に各論文に関してこのようなワードクラウドを作成しました。そしてこのワードクラウドを確認することによって論文の確認する優先順位というものを決めていきました。次に各論文の表データを抽出する作業においてデータ整形の補助として自然言語処理を利用しました。小さい文字の認識ができないおよび表といっても様々な形式があるので、サンプルによっては表かどうかの判断がつかないなどの課題がありました。最終的には PDF ファイルを Word で開いて DOCX へ変換後にテーブル抽出することで表部分の抽出に成功しました。しかしながら一部文字変換がうまくいかないものもあり、課題はまだあります。また、古い論文に関しては紙をスキャンして PDF ファイル化しているため、ファイル構造が崩れていたり、文字が潰れていたりしてうまく抽出できないという課題は残っております。我々はここで紹介したような自然言語処理の利用方法によってデータ整形の工数を 5% ほど削減できたと考えております。我々としては当然データ整形の工数をさらに削減したいので、将来的にはこのように一つの論文に対して1枚の要約を作成できるような自然言語処理技術を望んでおります。特に右下のあるグラフをテーブルへ変換するような技術があれば我々にとってはとても有意義であると考えております。こちらが今回抽出したデータ情報となります。データ数はおおよそ200。説明変数に関しては、プロセス関連の説明変数が11。材料、すなわち今回でいうプリカーサーの種類は7つあります。こちらのプリカーサー材料の記述種に関しては、我々が独自で作成したもの、および一般的に公開されている材料データベースを利用しました。目的変数は、製膜レートとハードネスの2つです。こちらは最大値または最小値が良いというわけでなく、ターゲット値が存在いたします。
よくこのグロースレート、スループットに関しては早ければ早い方が良いのではという質問も受けるんですけども、確かにその通りで、実際この解析するときはどこまで静膜レートを高くできるかということも見ます。しかしながら将来的な、量産の際の均一性などを考えた場合には、あまりに早いと現実的ではないことももう分かっておりますので、ある程度のこのターゲット値を決めての解析となります。次に解析結果をご説明いたします。まず最初にデータの質を分類するためにクラスタリング及び PCA を実施しました。クラスタリングに関しては TSE2 などを使いましたが、明確なクラスタリングができなかったため、今回はこちらの PCA の結果を示しております。こちらの結果から分かりますように、明らかに2つに分類されていることが分かります。本結果を DP スキャンでこのデータを分類して右下のクラスターのデータを確認したところ、こちらのこの右下のクラスターのデータはある特定の論文のデータであり、非常に特殊なプロセス条件であることが分かりました。そのため今回はこちらのデータを除外しての実施となっております。次に回帰のモデリングの結果を示します。こちらの結果は材料、原料のパラメータを考慮せずにプロセスパラメータのみでの実施となっております。今回は静膜レートとハードネスの両方ともランダムフォレストが比較的良好な結果を示しております。我々のこれまでの経験からしますと、このようなプロセス系の場合、データ数が多い場合にはライト GBM が比較的良好な結果を得られますが、データ数がそんなに多くない場合は他のアルゴリズムにて良い結果が得られる傾向がございます。今回これからの特徴量などはこちらのランダムフォレストのアルゴリズムを利用して解析をしております。次にプロセスと材料の最適化についてご説明いたします。左図は今回の開発におけるプロセス変数のみとプロセスと材料の変数両方を含めた場合の決定係数の結果となります。こちらの結果から分かりますように、今回のプロセスにおいては静膜レートとハードネスともにほぼプロセスパラメータのみに支配されていることが分かります。一方参考例として右図は異なる径で実施した結果となります。こちらの場合はプロセスと材料のパラメータの両方が揃うことによって決定係数が向上することが分かります。すなわちプロセスと材料の両方の最適化が重要となります。この2つの結果の違いとしては利用している原料にあると考えております。今回の径では左下にあるような基本的に C と H のみで構成されている原料を利用しているため、プラズマ中で分解されると同じような中間体が生成されてしまい、元の原料の元素構成の差が見えにくくなってしまうことが考えられます。一方、右の方の開発例では右下にありますようにB や CL、F、SI、C など様々な元素が利用されており、こちらの原料の特性というものが材料特性、所網の特性に非常に大きく影響していることが考えられます。このような結果は経験的にも我々としてはなんとなく理解はするのですけども、数値としてこの示すことによってエンジニアが建設的な議論をするのに非常に役立っております。実際にランダムフォレストによる特徴量を示したのがこちらになります。重要度が高い変数は静膜レート、ハードネス、どちらの目的変数においてもプロセスパラメータであることが確認できます。この結果はエンジニアにとっても先ほどの結果や納得感を与えるものとなっております。こちらはこの2つのターゲット値を満たすための候補原料の優先度を解析した結果となります。今回のこの解析結果により、この C3H6 という原料が我々のターゲット値を満たすのに最も有望な原料であることが分かりました。このように Python を利用した機械学習による解析結果をエンジニアに提供することによって、実験の優先度を決めたり、使う原料の優先度、および最終的にはこのディスクリプターからなぜこの原料が良いのかという新しい気づきを得るための有益な情報となっております。で今回は実施しておりませんが、
将来的には、このマテリアルのディスクリプターの部分からこの基地の情報にはない新しい材料の発見や組み合わせというものを見つけていくことも考えております。こちらはシャップによる特徴量の結果を示しております。どのプロセスパラメータが影響度が高いのか、そのプロセスパラメータの影響がポジティブなのかネガティブなのかなどの情報は装置の使用決めや装置設計する際に参考として利用しております。また自分たちが想定しているものとその影響度具合が一致しているかなどの確認や想定していないパラメータの影響度が高い場合は新しい気づきを得るのに役立てております。今回の結果で言いますとメインプラズマパワーやプレッシャーサブストレートバイアス、これらが非常に強く正の影響があるというのは我々のプロセスエンジニアの知見と非常によく一致しておりました。次に最適化についてご説明します。我々の開発においては基本的にターゲット値が存在しますので、プラッティパスなどを利用してターゲット値に対して複数の候補のプロセス条件を抽出します。で、その得られたプロセス条件を利用して、最初の実験条件を考えたりという形で利用しております。また、最適化においては複数の目的変数がある場合、どちらかに重きを置いて計算したいなどの場合はオプショナルなどを用いております。こちらは多目的最適化を一目的化に置き換えて実施した例です。左側は正膜レートとハードネス両方を満たすような条件で計算したもの。右側はハードネスに重きを置いてプロセス条件を算出した結果となります。このような結果というのは、我々プロセスエンジニアの方から見ると、具体的なプロセス条件が逆解析で算出されるため、現場では非常に役立っております。最後にまとめさせていただきます。Python を利用した機械学習は、我々の研究開発段階においてとても有益であることが分かりました。プロセスとマテリアルの最適化が機械学習によって実行することができました。今回、想定外に良かった点の一つとして、これまではグループ内で議論する際に経験に依存したり、声が大きい人の意見が通りやすかったのが、ある程度可読性のあるモデルで解析した結果を数値として示すことで、とても建設的な結論を導き出せるようになったことがあります。次のステップとしては、今回の結果はあくまで基地情報内での業務効率化を実施しましたが、新規の新しいプロセスや材料の発見というところにつなげていきたいと考えております。具体的な取り組み例としては、より大きなデータセットの利用、また材料パラメータの充実化、および今回は取り入れていないパラメータである複製生物やハードウェアの特性といったものを取り組むことを考えております。最後に、今後も研究開発の業務効率化を目指して Python による機械学習を我々は継続していきたいと考えております。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。